今回のプレイヤーズスキルリストはリオネル・メッシ。マラドーナがアルゼンチンを優勝に導いた翌年、アルゼンチン・ロサリオにて生誕。幼少期、在籍したクラブを全ての大会で優勝に導き、6年間で500ゴールを叩き出し伝説の物理法則を超えた超自然的ボールタッチで全知全能を世界に示す。数々の偉人たちが残して全ての歴史を塗り替え続け、フットボールの絶対神としてその名は永久に刻まれる。後世への資料として現代に現れたフットボールの神リオネル・メッシの数々の奇跡をここに残す。プレイヤーズスキルリスト。私が初めてメッシをこの目で見たのは2005年のワールドユースだった。最多得点賞、最優秀賞を獲得。まばゆいほど輝かしい数々のプレーでアルゼンチンを優勝に導いた。所属するバルセロナの当時の監督フランク・ライカールトはメッシを右ウィングに配置、ロナウジーニョ、エトーと共にスリートップを形成した。まずはビルドアップの場面、逆サイドからボールが運ばれる場面。この段階でタッチライン際に張っている。こうすることでこの後自身が使う内側のスペースを最大化。味方のルックアップに対して抜群のタイミングで顔を出す。その動きは上がるサイドバックの動きとシンクロ。相手サイドハーフには絶対に防げない2つのパスコースが発生。ウイングメッシをマークしていた相手サイドバックはリスクを冒してメッシに寄せることができず、ラインにステイした。この瞬間、メッシは構造上フリーでボールを受けることができる。こちらの場面でも同じようにパスを引き出す。しかしこの場面では対峙するサイドハーフはバルセロナのサイドバックのマークではなく、メッシのマークを選択。だがゲート越しに構えるメッシとボールを同一視野に入れることができず、パスに反応することができない。さらに卓越した技術で重心の逆を突きターンするメッシに、相手は重心を振り回され対応ができない。そしてサイドチェンジを許してしまう。このサイドチェンジ一つでスライドが間に合わない相手陣形は30メートルほどディフェンスラインを後退させることとなる。この頃からメッシにとってポジションとはただのスタート地点に過ぎない。ボールに触れては次々とポジションを捨て、また新しい場所に訪れる。その度に敵はそのままマークにつき続けるか否かの判断を強いられる。マークについていけば担当エリアに穴を作り、マークを切れば自由にさせてしまう。試合が進むにつれメッシはポジションチェンジをさらに発展させ、基本ポジションそのものを変える。中央に移動し、より多くの選手と連携したかと思えば、左サイドまで移動し、縦突破からクロスをも狙う。メッシの戦術理解力の高さは幅を取る動きによく現れる。ワイドポジションを基本とし、サイドバックの開きが甘いときはタッチライン際まで広がり、サイドバックが十分な位置を取ったときは内側にポジションを取る。流れの中でのワイド不在時はそのスペースに相手を引き連れながらドリブルする。本来相手ゴールに背中を向けたこのようなプレーは強いプレッシャーを受けてしまうが、メッシュはそれすらも逆手に取る。タッチラインギリギリまで引きつけるようにボールを運び、
予測不能なインサイドパスを正確に通す。攻撃するためのスペースの重要性を誰よりも理解している。ここからはその卓越した状況判断が生み出す数々の美しいプレーを見ていこう。メッシは自身が動き出しのきっかけとなるだけでなく、味方の動き出しへの合わせもうまい。人が動いた後にはスペースができる。そのスペースを誰よりも早く予見し、適切なタイミングでその場所に入る。その動きが図形を作り回転させる。スペースを捨てる動きと拾う動きがスペースを循環させることにつながる。止まることで味方へのスペースを提供、それと同時に敵の重心の逆を突き、パスコースを一瞬で変更。そして相手を食いつかせることで味方がフリーになる。スペースを見る目を持つ者のみが出せるパスコース。そのポジショニングと動きはどの場面を切り取っても常に完全で文句のつけようがない。ゴール前のカオスでさえも無駄に詰めることなくシュートを打つためのスペースを確保している。そしてその移動の歩みから驚異的な反応速度とアジリティで完璧なリアクションを取る。そもそも人は空中では移動できない。移動するためには地面を蹴る必要がある。走るとは小さなジャンプの連続であり、両足が地面から離れるタイミングがある。一方歩く、止まるという動作は常に地面と接触しており、すぐに地面を蹴り動き始めることができる。感性はどの方向にも働いていない。ニュートラルな重心から全方位へ素早く反応することが可能となる。究極のプレーは究極のファーストコントロールから始まる。世界最高のボールタッチ。その方法と秘密に迫っていこう。メッシはボールを受ける前に背面の視野を確保する。ボールが足元から離れ次の選手に渡るまでの時間、周りを見渡す。周りを見渡した後は自身に向けられたボールの球種を瞬時に見極め、ボールの移動時間を利用して直前で背面視野を得る。最新の情報にマッピングし、頭の中で全方位視野を確保。ノンプレッシャーでファーストコントロールができることが確定。それらを全て理解した上で前方へのプレーを選択している。ファーストコントロール直前の背面視野。それを確保する所要時間わずか 0.1 秒。瞬間で状況を把握する。近距離の高速パスの時でさえ背面視野を取る。そしてボールに触れる直前、小さくジャンプする。メッシはトラップの瞬間、空中にジャンプし、その最高到達点、無重力の状態、ゼログラビティでボールに触れる。サイドステップから飛び上がる。空中で一切の力みのない完全な脱力によるコントロール。そしてボールはいつでも触れることができる支配下に置かれる。一瞬の脱力で勢いを殺す。触れられたボールは理論上最高の位置に転がり、理想的なスピードで止まり、絶対的な角度を作り出す。
メッシは背負った相手の心理を見抜く。背負いながらも背面視野で相手の動きを捉え続け、ボールを奪う相手の足を右足で弾くようにブロッキング。この場面ではボールを隠すように右足を同じ速度で動かしブロック。右足でブロッキング、そして間髪入れず加速し置き去りにする。体を密着させてくる相手。メッシはそれを振りほどき、ボールを隠しながら度重なるボディフェイクで敵の重心を振り回す。この瞬間、ボールは相手の視野から消えている。ボディコンタクトから自由になったメッシは本来のコントロール技術を存分に発揮することができる。そのボールタッチには誰もが釘付けになる。だがメッシが最も好むのはノータッチという概念だ。ボールに触れずにターンする。ボールとの距離を合わせるように近距離に近づき、相対速度をゼロにする。いつでも触れる距離はコントロール下を意味する。触れずにボールをコントロールする技術。その体現者はタッチしない代わりにその時間で瞬間的に視野を得る。触れないという選択肢が時間的余裕をもたらし、視界をクリアにする。ノータッチという概念がトラップスルーの動きを視野を得る動きに変える。ボールに触れるタイミングが読めず、敵は足を出すことができない。ボールのスピードがゆっくりと減少していく。踏み出した一歩が緩急を生み出す。そしてメッシは停止した状態で敵の射程に入った時、正対し左足をボールに添えるリアクションドリブルに切り替える。こうすることで常に相手の足よりも自身の左足の方がボールに近い状況を作り出す。相手はボールとの距離があるため足を動かして実際に触れるまで時間がかかる。一方メッシはボールとの距離が触れているほどに足が近い。相手の足を目視し、相手の足が動き出してから右足に重心を移し、ボールを逃がす。そして相手の守備が消極的な時、自身から仕掛ける。重心を右足に移す動きはボディフェイントとなり、反動で生まれる左足への重心移動とともにボールに触れる。このアクションの時でさえメッシの左足はボールに触れているほどに近い。常に相手の足に合わせる準備はできている。自身の瞬発力をより強調するためのボールとの位置関係と距離感、超人的反射神経、動体視力、それを生かすための巧妙な仕掛け、作り出される全てのタッチに理論がある。後に崇拝の対象とまで崇められる存在は神々しいまでの絶対的ドリブル技術を持つ。その奇跡は極限まで進化させた基本技術と全知全能の理論により創出される。小さな歩幅は加速で有利に働く。時速32キロというトップスピードに到達するまでの距離はわずか3メートル。爆発的な初速を誇る。そして小さな歩幅は歩数を稼ぐことにつながる。この瞬間、画面では敵と同じタイミングで右足を着地している。しかしここからの歩数、敵が3歩走る間にメッシは4歩走る。つまりメッシは同じ時間でより多く動くことができる。その都度ボールにタッチするタイミングがあり、その都度加速や減速、進路変更を行うことができる。メッシはドリブルで相手の間合いに侵入するとき、
さらにステップの回転数を上げる。空踏みと称されるその技術は、その一歩一歩がボールに触れるか触れないかのギリギリのフェイクとなり、もはや連続した高速フェイントと化したステップを前に、対峙した相手の思考は停止、足は出せず傍観者となる。相手に極限まで近づいた時、メッシは一瞬で混乱を作り出す。通常の歩行は右足左足と交互に地面に着地するものだが、メッシは右足の後に再度右足で着地した。左足への重心移動をスキップし、右右と連続で右足で踏み込む。左足でボールを持ち続けるメッシ。相手は左足からボールが離れたタイミングを狙っている。そんな相手にステップのスキップを見せつける。相手の虚をつき混乱を生み出す技術。ドリブルに対峙する相手はまず2つに分類することができる。ボールに対してアプローチするもの、そしてメッシの体に対してアプローチするものだ。ボールに注視し、ボールに対して守備をする相手。それを見破った時、メッシはダブルタッチを発動する。相手はタッチの瞬間に集中している。それを読み取り、瞬間的にボールを素早く動かす。常に相手の足よりも自身の左足をボールに接近させる。相手の足の動きを目視し、それからの反応を可能にする。そしてボールではなく、メッシの体に対してアプローチしてくる相手に対しては、体を素早く動かしてボディフェイントを発動。体に対してアプローチする者は、ストライドの広いその動きによく誘われる。ボディフェイントの直前の一歩。この時点でボディフェイントはもう始まっている。右足をボールの左側に置き、体を倒す。そしてここから重心を乗せて大きく右足を踏み出す。しかしこの時それとは対照的に左足はほとんど止まる。その左足の位置はボールに触れているほどに近い。鍛えられた強靭な右足は着地と同時に方向転換のための移動速度と全体重を吸収しながら次の加速のための爆発的な一歩を生み出す。メッシの動きに集中すればするほど過剰に反応してしまう。重心を振り回された相手はボールを見送ることしかできない。妖艶に抜き去る股抜き。神々しく見えるそのマジックのトリックはこうだ。股抜きが発生する直前のプレー、ボールをアウトサイドで停止。こうすることで相手の動きをまず止める。そして相手の重心がニュートラルになったその時、メッシはインサイドで間髪入れずに縦突破を狙う。相手はこれに対してもう一度戻した重心を前に傾く。しかしその時メッシは左足を空中に浮かせたまま、今度はアウトでタッチする。高速のマシューズフェイント。これに対して相手は重心を振られながらも足を伸ばしドリブルコースを切る。しかしメッシのタッチはアウトではなくトーだった。ボールは相手が伸ばした足の内側を通っていく。相手はメッシのタッチはインアウトだと思った。だからこのコースを読んだ。しかしメッシのタッチはイントーだった。しかもそのトータッチモーションはスプリントモーションと同一の動き。最大効率で加速させる。世界最高の技術の持ち主は爆発的瞬発力を持つ。そしてさらには駆け引きの天才でもある。最高レベルの技術を最大限発揮するための道筋。その一筋のラインには論理的な規則性が見られる。メッシは相手の重心を一瞬で読み取り、理想的コースを創出する。
相手の後ろ足のかかとを目視。人は横には素早く移動できるが、後ろに走るためには反転を挟む必要がある。短距離の速さがものを言う場面では、足の速さよりも体の向きの方が重要度は高い。相手はつま先の方向に対応できる。メッシはそれを見抜き、相手のかかとにボールを通し、相手の体をめくる。仮にそのドリブルコースを相手が読んだとしても、すでに足を開いた状態、重心が動いている状態、たとえ後ろ足を伸ばしても、重心の流れによりその足は操作される。数的有利でディレイするメッシはかかとを通し相手をめくる。相手が正対したらさらにめくる。ディフェンスラインはずるずると下がり、とうとうシュートレンジまで入ってきた。フィニッシュのための最後のめくる。相手はもう反転するだけのスペースが残されていない。一か八かのプレーに出る。だが足を伸ばしたとしても重心は流れている。左足で踏ん張る体が浮き上がる。伸ばした足の移動距離は重心移動によりかき消される。かかとを通す精密なコース取り。視点を変えればワンサイドカットは追い込む側から追い込まれる側に変わる。メッシのドリブルのラインは直線で作られたピッチにアーチを描く。ボールの軌道は体の軌道の内側にある。つまりメッシはボールを守りながらボールよりも多く移動していることになる。ボールをゆっくりと転がすことで軸足はボールを追い越す。そして体は3回のタッチを経てボールの外側を回り込み、十分なタッチ角度を作り出す。ボールを追いかけるドリブルではタッチ角度を作ることができない。方向転換や急激な加速減速を実行することができない。それは不自由なタッチとなる。そしてアーチラインはそれ自体が駆け引きを自動化させている。初動の角度は相手の左側を抜ける軌道。このボールの進路方向では敵は縦突破の対応をせざるを得ない。下がりながらの対応となる。ここからメッシはインタッチからアウトタッチに切り替える。それと同時に爆発的加速で敵のかかとを通しインサイドに侵入する。相手は対応していた縦から中への対応に切り替えるため反転を挟む。体の方向転換が先に終わっているものと後から行うもの。この違いはドリブルというアクションがボール保持者に有利であるという証明となる。最高の仕掛けは常に対応するものに遅れを強いる。メッシの描くアーチラインは加速に無理のない角度で作られる。一度の大きな角度のタッチでは今まで築き上げた感性を殺してしまう。メッシはタッチするたびにボールとの位置関係を調整。当初ボールの進行方向に対して後ろにあった体は勝負の瞬間には側面に回り込んでいる。いつの間にか変わったボールとの角度。メッシは加速が最大限活かせる前方へのスタートを切ることができる。一つ一つのタッチは独立したものではない。すべてのタッチが次のタッチにつながり、アーチラインを完結させる。中央で描く曲線。それはシュートフェイクを強調させ、相手の守備を狂わせる。このドリブルコースは内側へのパスコースを創出する。あらゆる場面で描かれ、それらの理論は適用される。相手のサイドバックとサイドハーフで形成されるゲート。そのゲートに横から切れ込むアウトのアーチライン。そして中盤のゲートに縦から侵入するインのアーチライン。
その特徴は強さにある。相手からボールを隠し、ブロッキングでボールを運ぶ。強すぎるプレッシャーに潰されたとしても、膝をつき全身でボールを守りながら、さらに加速させ緩急に変える。人々はそのドリブルをカットインと呼んだ。今世紀フットボールにもたらされたドリブルの革命。偉大なるあまたのドリブラーを抑えてデビューして間もないメッシはその頂点に君臨する。このカットインには当時のメッシのすべての技術が集約されている。そしてあらゆる戦術的要素を持ち合わせる。カットインが始まる場所。メッシは敵のブロックの外側、サイドバックと対峙する。ここでボールを受ける利点1。サイドバックとタッチラインをピッチに対して水平に結んだサイドゲート、そしてディフェンスラインと中盤のラインを結んだブロックに侵入するためのゲート。この2択をサイドバックに迫り主導権を握ることができる。利点2。例えばこの場面、敵がメッシをその目で捉えるのはボールが渡るときだ。サイドバックの外側に構えるということはフリーでファーストコントロールを行うことができる。つまり相手に向かって適切なスピードでボールを転がし、得意の間合いを作ることができる。敵に同一視野で捉えられるポジションでのコントロールは難しい。能力が最大限生きるための位置的優位を確保する。内側を走り抜ける味方の動きは切れ込んだ後のプレーに大きく関わる。この時走り込みがなければ1人目の守備者をかわした後すぐに2人目の守備者が待ち受けることになり、プレー難易度は一気に跳ね上がる。人が動いた後にはスペースができる。敵がいても味方の動きがマークを引き連れることになる。そしてそのスペースはメッシが切れ込む上で絶妙なタイミングで発生し、すぐに活用できる。スペースの発生と活用、カットインに対してインナーラップは最善のサポートとなる。メッシのカットインが他と違うのはこの部分にある。メッシのプレーは味方の動き一つによって大きく効率性を発揮し、また味方を使うという意味でも世界トップクラスの能力を持つ。その根幹には瞬間的に得る視野がある。ドリブル中であっても瞬間的にボールから目を離し最善の一手を打つ。カットインの中で織り込まれるワンツー、これこそがメッシのカットインの特徴である。ドリブルの中で供給される味方へのパス、さらにはそこからのリターン。カットインは複雑性を増し、味方を利用することで様々な発展を遂げる。その高速で繰り出されるアウンの連携は味方に求められる技術レベルも高い。ワンツーを多用した斬新すぎるプレースタイルを理解するためには多くの時間が必要となる。チームメイトがメッシのプレーを完全理解したとき、その強さは絶対的なものとなる。戦術的に見ればこのカットインはとても多様性に富んでいる。
組み立ての段階で発動すれば、相手ディフェンスラインをペナルティエリアまで押し下げるほどの推進力を持ち、敵を引きつけてサイドチェンジをも狙うことができる。そして相手ディフェンスラインが低ければ、ワンツーでマークをずらし、自ら決定的なシュートを狙うことができる。そのシュートをブロックするのは容易ではない。一般的に正しいとされる守備ポジションとは、ゴールとボールを結んだ線上に立つことだとされる。キッカーもその延長線上に立つのであれば、確かにそれは正しいだろう。だがメッシは横方向に加速し、相手から遠い左足でインカーブをかけてファーを狙う。つまり先ほどの守備ポジションでは防ぐことができない。メッシのシュートをブロックするためには、力が加わる横方向を加味した場所に立つ必要がある。仮に相手がメッシよりも素早く動き、そのポジションを取ることができたとしても、それは切り返しには反応できないポジションとなる。メッシはあらゆる局面でこのような駆け引きを用意している。あるストロングには必ず対策が存在する。しかしその対策の対策まで準備している場合、全てに対応できることとなる。例えば相手がコンパクトにしてディフェンスラインのゲートを狭めれば、それは逆サイドに決定的なスペースの存在を意味し、そして相手が内側のコースを切れば、その心理を読み取りカットインのフェイクを見せる。そしてより深い位置にボールを運ぶ。さらにプレスバックにより妨害する相手には、プレスバック対策としてのワンツー、相手の動きと交差する瞬間、内側にパスを出すことで敵が動いた直後のスペースを利用する。相手が中盤を極端に下げることでバイタルエリアを消した場合、メッシはそれを逆手に取ったようにアーチラインでの侵入の経路を断ち、中盤と1列目のライン間にできるボトムのスペースを使う。そしてコース上に味方が構えるこの構図、それはボトムに相手を引き出し侵入するワンツーの発動条件が整ったことを意味する。相手の出方によって侵入経路を変え、いずれにせよディフェンスラインと中盤のライン間、バイタルエリアを横切るカットインコースを目指すことに変わりはない。センターから始まるこの場面でも、そのワンツーは同じ論理で繰り出される。相手を引き出しコース上に構える味方を使う。敵が動いたスペースでリターンを受ける。狭められたバイタルを自ら拡大させ、その瞬間すれ違うように切れ込む。そしてライン間が狭まった時、それはボトムからのスルーパスを狙える条件が整ったことになる。高いディフェンスラインと低い中盤ライン、バイタルは狭いが裏とボトムには確かにスペースが存在する。2列の距離が近づくとスピードのあるグラウンダーのスルーパスに対する守備力が低下する。メッシは相手の陣形の癖を見抜き、ボトムのスペースを利用し、中盤とディフェンスラインそれぞれのゲートが重なる一瞬を逃さず狙いすましたスルーパスを通す。これを戦術的に防ぐためには、もはやフォワードのプレスバックが不可欠となる。つまりメッシの攻撃は11人全員守備を相手チームに強いる。コンパクトな陣形、ボトムからの侵入経路が断たれた状態、それは逆サイドが有効である合図ともなる。すべての階層で対策に対する対策を持つメッシのカットインは、対策のツリー構造を形成し、いかなる相手の出方にも完璧な返しの手を準備している。まさに最強の個人戦術。調子に左右されない絶対的安定感は、すべての相手の出方に対する対策を持つことである。世界
最高の技術の裏には論理が物理法則、特に運動法則、人体構造、群衆心理学、駆け引き学、これら万物の法則の利用を若干17歳の時点でリオネル・メッシは持ち合わせていたこととなる。2007年4月18日、永遠に後世に語り継がれる伝説のゴール。その奇跡に世界中が歓喜した。空中に飛び上がりながら体を開き触れる。右足をかぶせ、回転をかけるように左足と相手を結んだ線上にバウンドさせる。触れた右足はそのまま流れ、加速のための爆発的な一歩を生み出す。一人目の守備者に対してすぐにボールをずらすリアクションドリブル。ボディコンタクトの瞬間、体を伸ばし衝撃を逃がす。ボールはあらかじめかけておいた回転が弱まり、芝生との摩擦により生じた抵抗で抜いた相手の背中側の進路に転がる。さらに相手の背中に回された右腕は相手の手を振りほどき、加速の動力源ともなる。別角度、一人目の守備者をかわし、すぐに二人目の守備者がカバーに入り、メッシは縦に加速するモーションのままボールタッチを限界までディレイし、敵のかかとを通す。そのアウトタッチの左足の動きは直後のサイドステップの動きとも大きく飛び上がり、一発で相手と体を入れ替える。着地直後のインサイドで一次加速、次のタッチで二次加速、そして次のタッチ。だがメッシはここで触らない。ここでもまだ触らない。そして次の左足、完璧なスプリントタッチを見せる。膝下まで入ったボールを見るために下げた頭、その重さを利用した重心移動により加速度運動を向上させる前傾姿勢を生み出す。その一歩でトップスピードに乗り、並走していた相手はタッチタイミングをずらされたことで置き去りに。次の左足はボールの側面をかすめる減速のタッチ。すぐ次の左足で再度トップスピードに持っていく。そのボールの軌道はすでに3人目の守備者に対するアーチラインの軌道。急速に転がるボールにタッチ角度を作り、ボールの上部を叩くことで回転しながら弾み、メッシとの相対速度をゼロにする。そしてそのボールはセンターバック間のゲートに吸い込まれていくように転がる。4人目の守備者に左足のインサイドの切り返しでリアクションを決め、ゲートを突破。そして最後の5人目の守備者を目線とモーションによるシュートフェイクで無力化し、滑り込むゴールカバーにミニループを決めた。翌日の一面には救世主メシアの見出しが打ち出され、芸術の域まで到達したそのプレーにマラドーナの再来であることを誰もが確信した。この時を最も喜んだのは天国の祖母セリア・オリベラかもしれない。8歳の時に他界して以来、すべてのゴールを捧げている。幼少期、メッシとセリア・オリベラはマラドーナという同じ夢をいつも2人で見ていた。メッシは今もなお祖母と見た最初の夢を追いかけているのかもしれない。Celia, una vez encaró un técnico que es tu abuela y lo puteó porque no te ponía, algo así. Sí. ¿Cómo fue eso? Tenía 4 años yo. 4 años. Y jugaba Grandoli, la categoría 86, un año más que yo. Sí. No, sí, 86. Y faltaba un jugador. Y mi abuela decía, ponelo. No, le decía el técnico. ¿Eras muy chiquitito? Sí, una porquería. Ponelo. Ponelo, le decía, no, chiquitito, dice, no puede jugar. Ponelo que te va a salvar el partido, le decía. No. Y empezaron a discutir. Era brava la abuela entonces. Sí, se terminaron discutiendo, cambiaron un par de palabras y después me puso al final del tiempo. Ah, ¿te puso? Me puso. Premio piña de la abuela, ¿no? Por la duda. Y hice 2 goles ese partido. Y después no le dijo, ¿viste que te dije? Nada, no dijo nada. Salía de la cancha el técnico así, lo miraba. Se quedó así parado, ¿viste? Mi abuela lo miraba.
no dijo nada. 初めてのワールドカップとなったドイツ大会。レギュラーとはならなかったが、確かな爪痕を残す。アルゼンチン代表の最年少出場、最年少アシスト、最年少得点を記録。死のグループと呼ばれたグループ C の突破に大きく貢献した。チームはベスト8でドイツに敗れる。コパではフル代表で定着し始める。アルゼンチン代表の主役の一人として新時代の到来を世界に予感させる。チームは破竹の勢いでグループリーグを全勝突破。ノックアウトラウンドでも圧倒的強さを発揮。だが惜しくも決勝のブラジル戦では 3-0 で敗れ、大会は準優勝で幕を閉じた。メッシ、アグエロ、ディマリア、ラベッシ、新時代の若手とオーバーエイジ枠、リケルメ、サバレタ、マスチェラーノらトップレベルのスター選手が見事に融合。フル代表と比較しても遜色のないチームで挑む。多くのタレントを揃えたチームは当時斬新だったメッシのプレーを完全理解。それぞれの個が組織的にまとまることで圧倒的強さを見せつけた。Messi's back involved again and all the way through. 1-0. He scored the first goal for Argentina in the Olympic tournament. 事実上の決勝戦と言われた準決勝ブラジル戦では、オーバーエイジ枠ロナウジーニョ、マルセロ、アレッシャンドレ・パトラ擁するブラジルに 3-0 の圧倒的勝利。チームはそのままの勢いで決勝のナイジェリア戦にも勝利。全試合で勝利する圧倒的な強さで金メダルを勝ち取った。最後までご視聴いただきありがとうございました。グアルディオラが監督に就任。チームの主力はカンテラ出身の三賢者。シャビ、イニエスタ、ブスケッツで形成。そして世界最高の三角形の頂点には新たなるバルサの10番、メッシを配置。未来永劫フットボールの歴史に刻まれるその伝説のシステムはファルソヌエベと呼ばれた。最後にお知らせをさせてください。ゴート FC がスタートします。サッカークラブを作るという途方もない夢にチャレンジすることにしました。この時のためにチャンネルが開設され、今が最初の1ページです。スタートラインに立つことができたのは何よりも皆様のおかげです。ありがとうございます。ゴート FC は4つのコースから形成されるコミュニティであり、スクールです。そしてビジネス交流の場でもあり、プロ選手のサポート機関でもある。様々なコンテンツを準備しています。ご興味を持たれました方は、ゴート FC 説明動画をご視聴ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。